余計なことをしていらないものを買ってしまったせいで外反母趾が治らないなんてことは実はよくあるのです。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回は外反母趾治すのにこれいらないよ、これやる必要ないよっていういらないものやことの話ですね。で、実を言うと余計なことをしたせいで余計なものを買っちゃって使っちゃったせいで外反母趾が治らないなんてことはよくあるんですよね。で、積極的に外反母趾を治そうと思ってなかったとしても、そういう人はあんまりこれ見てないと思うんですけど、少なくともやらなかった方が良かったのにっていうやつとか、買わなかった方が良かった、もったいなかったねっていうやつがあるんでね。で、そのあたりをちょっと今日は詳しくお伝えしておきたいなというふうに思います。では内容です。まず、いらないこと。そしていらないもの。で、最後に、じゃあ本当に治そうとしたら、それらを使わず、やらず、どうすればよいのかっていう話です。今回の動画をご覧になることであなたは外反母趾を治す上において必要のないものや必要のないことを理解することで無駄な出費や無駄な時間、無駄な労力を費やすことがなくなります。私は足の専門家であり動作改善の専門家でもあります。で、私は外反母趾や足のこともしくは全身のことに関して有益な情報を世の中に発信したいな、広めたいなと思って YouTube を始めました。ただ YouTube というのはその仕組み的に皆さんの高評価ボタンとか登録をしていただいている数によって拡散されるかどうかが決まるみたいなんですよね。ですからもし皆さんがこの動画を見てこれは役立つなとかこれはみんなが知ったらいいなと思っていただいたら高評価やチャンネル登録をしていただけると大変助かります。よろしくお願いします。ではまずいらないことの話からですね。いらないこと、まず一つ目ですね。これは足のトレーニングとか足のストレッチに関してはこれは全く必要がありません。トレーニングでいうと一番代表的なのがタオル掴むとかですね。こうやってタオル掴む練習しましょうとか、あとはグーチョキパーのトレーニングをしましょうとか、あとは親指を鍛えるのに輪ゴムを親指に引っ掛けてグーッと引っ張るやつですね。ホーマン体操って言ったりしますけれども、こういうのは全て必要がありません。そんなにトレーニングしなくても治るのって言われてる人もおられるんですけど、むしろトレーニングした方がややこしくなります。なぜかというと、トレーニングをしなさいという人たちは足の指が弱ってるから外反母趾になるんですよっていう理屈なんですね。で、私たちが知ってる外反母趾の発生の仕組みは足を使いすぎて、足の指を過剰に負担かけすぎてなってる病気なので、それ以上負担を増やしてどうするのっていう話なんです。もしも足の指鍛えて治るんだったら、ハイヒール履いたら外反母趾治るはずですよね。なぜかというと、ハイヒールって指ものすごい負担かかりますよ。にもかかわらず治ってないというところでも分かると思うし、仕組みは他の動画でも説明してるんで、そちら見ていただくとして、とにかく足の指を鍛えなくて治ります。で、私実際に治してる実績が山ほどありますんで、そこは自信を持って言えます。もしやらなくてもやってもどっちでもいいんだったら、それはやらない方が楽だしね、皆さんも。しかもやった方が余計に足の指が疲労してしまって、しかも歩き方において変な癖までついちゃうんです。歩く時に指っていうのはこういう風に使っちゃダメなんですよね。歩く時はこっちに使いますから、で、こういう風に使う癖なんかがついちゃうと余計歩くのに阻害になったりします。だから、まずトレーニングはダメですね。で、そしてトレーニングに合わせてストレッチもいりません。なぜかというと、もしも足の指がこわばってしまってるなと思うんであれば、それは今あなたの足の指の状態に合わせて必要に迫られてこわばってるんですよね。肩こりなんかと一緒です。肩こりって首が曲がってるとか肩が巻いてて、その状態を支えるためには硬くならざるを得ないということなんですよね。にもかかわらず姿勢も何も変えないでその状態のまま緩めようとしても硬くしなさいって命令した脳の命令はそのままですからまたすぐ硬くなるわけです。だからやっても無駄ですよね。じゃあ肩こりってどうやったら治るかって言ったら正しい姿勢をキープしてその硬くする必要性をなくしてあげれば脳は硬くしろという命令を出さないということです。で、外反母趾も一緒です。もしもそこが硬くなっているとすれば、それは保護として硬くなっているんであって、そこに負担かからない歩き方や使い方をすれば自然と柔らかくなります。それを無視してストレッチとかで柔らかくしようとすると、保護として硬くなっているのがなくなってしまったらグラグラになったりするんでね。だからする必要はないどころか、余計に害になったりする可能性の方が高いですね。2つ目は足のマッサージ、必要ありません。
これは先ほどストレッチの話の時にもちょっと出てきたんですけれども、必要に迫られて硬くなっている部分があるんですね。だから言い方変えたらかさぶたみたいなもんです。かさぶたってそこの傷口を修復するために必要に迫られてできてますよね。いらなくなったら剥がれますよね。いらなくなってないのに剥がしたらまた血出ますよね。同じようなことが筋肉組織というか外反母趾の組織も言えます。だから無理してマッサージとかでほぐしちゃうと、本来必要に迫られて硬くなってたものが柔らかくなってしまうと余計に歩くのに負担になったりしますので、マッサージも必要ないですね。やる方がマイナスになると思ってください。いらないことの最後です。手術ですね。必要ないです。結論から言うと手術をしなくても治るのでね。だからあれです。脱臼してしまって足の指が上に乗っちゃってる場合とかはちょっと別としたら、基本的に足の指が曲がったとかっていう程度であれば手術はしなくても治るので、治るのに手術をする必要がないというのが一つと、手術っていうのは足の指が曲がったところをここで指を折っちゃってまっすぐに付け替えるだけなんですよね。で、歩き方でなってるんですけど、外反母趾というのは発生した原因とか無視でこういうふうに付け替えても、その歩き方をしてる限りまた元に戻っていくっていうのはもうこれ自明の理なんで、だからそういう意味でもやっても結局戻るんであれば、そんなに痛い思いやお金払ってする必要はないっていうことですね。もっと本当は細かい理由もあるんですけど、簡単に言ったら必要なく治るからってことです。では、いらないものの方ですね。いらないものの方の1個目はテーピングですね。外反母趾というとテーピングっていうのが結構昔からやられてるんですけど、外反母趾は歩き方で発生しているので、歩き方を直さない限りテープで固めたって仕方がないってことなんですね。その形になる歩き方をしているのをテープで留めました。ということはいつまでテープいりますかっていう話になります。一生ってなりますよね。ここだけ見てもまずおかしいんです。じゃあテーピングってどういう理論かというと、捻挫とかはテーピングいるんです。なんでかというと、捻挫っていうのは歩き方じゃなくてボーンとその時一瞬の事故でやっちゃったんですよね。その後もずっと足首こうやって歩いてるわけじゃない。それやったらこうせなあかんですよね。ということは、ガーンと一回やっちゃって緩くなったやつを固めるという理論でテーピングを使うのはいいんだけど、毎日やってる動作の問題ですよをテーピングでは治らないということですね。で、あともう一個は足っていうのは歩いてる時に形が変形して歩いてます。手でもそうですけど、物を掴む時と離す時で形変わるように、足も着地の時とそれ以外で形変わってるんですよね。形変えて使わないといけないのに、形をテーピングで固めちゃうと変形できないですよね。だから言ってみたら、このままのテーピングで固められた状態で物を持たないといけなかったら無理ですよね。そんなんと同じようなことが起こっちゃうわけです。だからテーピングというのは直し方的にも機能の発揮できるかできないか的にもする必要はないし、余計無駄になりますね。しかもテーピング肌の弱い人かぶれますしね。で、しかも痛いしね、めんどくさいし、テーピング代かかるし、で、それが全部無駄になってたと思ったらもったいないですね。やる必要はありません。で、やる必要ないっていう断言できる一番大きな理由は、それを私自身がしなくても何千人も直してるからです。もしもテーピングしても治りますよ。テーピングしなくても治りますよ。でもしない方がいいですよね。無駄ですから。でもしかもテーピングした方が問題になるって言ってます。いらないものの2つ目。同じような理由ですけれども、サポーターいらないです。指を広げるようなサポーターとか、そういった類は一切必要ないですね。なぜかというと、基本的にサポーターというのは指を広げる目的でやってるやつがほとんどなんですけど、外反母趾というのは、足の親指が内に入った病気ではなくて、この横幅が広がった結果、足の指が内に向いたという病気です。ということは、横幅を締めにかからないといけないですよね。だから指を広げるということ自体がまず方向性が間違えているのと、よしんば横に締めて指を広げるようなサポーターがあったとしても、先ほどテーピングの時に言いました、足は形が動いて歩いてるから、何にしても固めちゃうのはまずいわけです。しかも横に締まる締まり方も、本当は真横に締まってるんじゃなくて、立体的に土踏まずが持ち上がるようにしてねじれて本当は締まるので、そういう意味でも間違えてます。だからいろんな意味で間違えてるんですよね。だからサポーターはする必要はないですね。買う必要もないです。もったいないです。では、外反母趾を直していきたければ何をしたらいいのかという話です。まず、絶対やるべきなのが2つです。で、あともうちょっとこれはやった方ができればあった方がいいなっていうのをいくつかちょっと喋りますね。まず1つ目が歩き方の改善も必須です。
これがメインですね。歩き方の改善なくして外反母趾の改善っていうのはありえないです。なぜかというと外反母趾は専門的にはオーバープロネーション、過剰介内っていう足の使い方が主原因でなってます。ということはそれをやめない限り、その歩き方をやめない限り外反母趾というのは改善はありえないです。だから歩き方の改善、しかも歩き方もなんとなくではなくてオーバープロネーションをきっちり改善する歩き方じゃないと意味がないですね。だからもし歩き方を教えてくれるところに行ったらオーバープロネーションって知ってるかどうかをまず確認した方がいいですね。でオーバープロネーションをどういうふうにするんですかって聞いてみるとまあいいかもしれないですね。で歩き方プラスもう一個皆さんに必須でやってもらいたいのは測定です。どういうことかというと外反母趾は角度が基準って決まってあるんですよ。だから肩こりや腰痛なんかと違って数字化しやすいものすごい分かりやすいやつなんです。だから正しく歩けてたら正しい進捗できていれば角度がいくらかでも変わっていきます。ちなみに角度は一応基準をお伝えしておくといろんな基準あるんですけど一般に使われるのは15度を超えたら外反母趾、20度を超えたら中程度、40度を超えたら重度なんですけど私たちの場合であれば35度前後の人だったら15度以下ぐらいまで戻した経験がありますね。20度ぐらいマイナスはできます。皆さんもだから家で測ろうと思ったら一番原始的なやり方で言うと地面に立って紙の上に足を置いて足型をそれで取るわけですね。空中ダメですよ。空中で測ったって外反母趾というのはよくわからない。なんでかというと体重が乗って初めて外反母趾が出ますからね。で足型取ったらこう線引いてこう線引いてでこの角度ですねを測って何度でそれが取り組みを始めて正しく歩き始めてじゃあ何度になったっていうのを測っていくことですね。でもしもその測るのであれば私たちはスマホで測れるやつもアプリで作ってますからそれで測っていただいてもいいですね。であともう一個はできれば横幅も測った方がいいんですよね。足の横幅が広がって外反母趾になっているということは横幅が締まっていって治るので横幅もデジタルノギスっていうのがあってピッと当てたらそこにデジタルで何センチとか出るんですよね。でそういうので横幅も測るといいですね。この歩き方の改善と計測を繰り返して正しくできているかどうかっていうのを測っていくというのが一番です。そしてもうちょっと付け足すならばできれば整体を受けるのはいいですね。なぜかというと間違った歩き方をして足がおかしくなったらその分上に影響はやっぱり出ます。足がおかしくなった分だけ姿勢は悪くなっているということですね。でその悪い姿勢のまま正しい歩き方ってめちゃくちゃしにくいんで骨格を整えてもらう全体の骨格を一通り整えてもらうっていうのはすごく歩きやすくなりますね。だからもし全体の骨格を整えてもらうだけでいいんであれば時間もお金もそんなかからないところもあるんでそういうところで整えてもらったり私の教えた先生の指導員ではそれは全部セットでやってくれますけれども骨格を整えて歩き方っていうのが実を言うと最短ルートにはなりますね。そしてあとはインソールがあった方がまあいいかなという感じですね。インソールはそれがないとダメっていうのではないけれどもあった方が正しい歩き方を覚えやすいですね。そのインソールがその正しい歩き方に流そうとしてくれるはずです。で私の知ってる限りで言うと外反母趾の元になる過剰介内というのはスーパーフィートっていうところのインソールはそれ対策をしっかりと組んであるので履いてると補正してくれやすいですね。ただ私の意見としては補正はしてくれるけど自分の歩き方自体はやっぱり変えていかないと最終的な解決にはならないので歩き方がメインですね。いかがでしょうか。まず必要のないものはもう買わないししないしなぜかというとそういうことをしているとお金も時間も労力もかかってやる気がなくなっていきます。そういうのはもうやめちゃうと。で必要なのはもう歩き方です。もう端的に言うと歩き方。ただ本当に正しくできてるかなっていうのは分からないから測定をして確認していきましょうというのが私の提案ですね。もっと言えば外反母趾の治療院って言ってて測定もしないところなんか絶対行っちゃダメですよ。なぜかというと当たり前の話ですけどダイエット施設ですよって言ってて体重測れないなんてありえないでしょ。それと一緒です。外反母趾は角度が基準って明確になってます。それはもう公に分かっていることなのに角度を測ろうとも思わないっていうところは僕はその姿勢としてどうなのかなっていうその治療にねまずそこからどうなのかなっていうふうに思いますね。はい。ちゃんとやればきっちり数字も変わってくるんでね。そうなるとどんどんやる気が出てってなっていきます。ダイエットと一緒ですね。数字に直面するのは嫌かもしれないけど、そこはやった方が私はいいと思います。